こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回はクルーズ11日目の動画です。台風で波が高く揺れがひどい中、船は神戸に到着。どんな一日になるのでしょうか。これまでの動画をまだ見ていない方はこちらの再生リストからご覧ください。はい、8月の10日7時43分です。今日神戸に到着して、やっと台風の揺れから解放されました。僕はちょっと頭がね、船乗ってから痛いことが多いので、多分船酔いだと思います。うちの妻も食事が食べられなくなって吐いたりとかしたので、台風の影響でね、波が高くて、船の中でも結構体調悪くしている方多いと思います。とりあえず今日はね、揺れない地面楽しみたいと思います。はい、食事。ルームサービス頼みました。クロワッサン1個だったんですけど、2つ来ましたね。あとこちらが、ベーグルがね、あったかいのが来ています。はい、そしてフルーツ盛り合わせとバナナ。こちらがね、チーズですね。クリームチーズ。そしてアップルジュース。で、コーヒーとヨーグルト。はい、こんな感じで今日も朝食いただいていきます。8月10日10時34分です。今日ね、神戸港着いたんですけど、出るのにね、すごい長蛇の列になっています。今、カジノブースにね、皆さん並んでるんですけど、まだしばらく出れそうにありません。11時24分です。だいたいね、1時間待ってイミグレーション出ることができました。なので、最低1時間は見といた方がいいと思います。まだね、結構ね、僕はね、並んでます。本当は神戸の中華街に行きたかったんですが、船酔いで食欲がなかったのでお蕎麦屋さんに行くことにしました。ここで久しぶりのざるそば、サイゼリアのトリュフアイスクリームを食べて、船酔いで弱っていた体がかなり癒されました。はい、こちらが僕が今乗っている船ですね。スペクトラム・オブ・ザ・シーズです。想像していたよりかなり大きいです。これまで雑魚寝で移動する日本のフェリーしかね、乗ったことなかったんですけどね、この船はこれまで自分が乗った船とは全くレベルの違うサイズの大きさです。海上に浮かぶホテルといった表現がぴったりですよね。はい、上は15階まであります。この船の総トン数はですね、16万9379トン、確かね、タイタニックがね、4万6000トンだったので、その4倍の大きさがあるんですよね。それは大きいですよね。乗客定員はね、4246人、乗組員数は1551人だそうです。そのうち300人はね、インドネシア人みたいなので、インドネシア語がね、話せる方は話しかけると喜んでくれます。はい、全長は347メートル。東京タワーを寝かせたらすっぽり船に入るサイズになっています。幅は41メートル。巡航速度はね、22ノット出るそうです。これは時速にするとね、41キロぐらい出るみたいなので、この大きなサイズでね、海上41キロ以上のスピードはかなり速いですよね。就航年はね、2019年の4月。まだ4年目と比較的新しい船となっています。このロイヤルカリビアンのね、日本発着のクルーズは7年ぶりなんだそうです。しかもこの大きなクアンタムサイズの運航は初めてだそうで、これに乗ってね、日本に帰国できるなんてね、ちょっと特別な感じがしますね。今回はね、出発がシンガポール、到着が日本の横浜と片道だけのクルーズなので、帰国便代わりにね、この船でゆったり日本に向かって今日神戸に到着しました。シンガポールからね、香港、そしてずっと船全体の映像がね、なかなか撮れなかったのでね、こうしてね、船全体の写真撮りたい方はね、撮れる時が来たらね、その時ぜひね、撮っておきましょう。はい、それでは以上です。はい、今8月10日3時です。一応5時半まで入れるんですけど、早めに船戻って、船のプールね、入っていきたいと思います。ちょっとね、助かりますね。こうやってね、ずっと揺れてたので、時々こういった揺れない地面受けるのは助かります。それでは入っていきます。外国人の皆さんがね、観光している間に空いているプールで遊びたいと思います。今日は天気が良くてプール日和です。クルーズ11日目にしてやっとフローライダーに挑戦します。こちらはサーフィンのように立って波に乗るタイプと、
ボディーボードのように波に乗る2つのタイプが楽しめます。せっかくなのでサーフィンの方で挑戦したかったんですが、こちらは何度かボディーボードを経験していないとやらせてもらえないルールだそうで、今回は仕方なくボディーボードに挑戦しました。なのでサーフィンを楽しみたい方はクルーズに乗ったらすぐボディーボードを何度か挑戦して実績を作っておいた方がいいと思います。このフローライダー、見た目は簡単そうですが結構難しかったです。プールサイドからおじさんが右に行け、左に行け、手を広げろ、膝で立てといろいろ指示を出してくるので、それに従っていたら案の定失敗して強制退場となりました。海ではなかなか経験できないとても面白いアトラクションでした。はい、こちらはね大人限定のプールになります。今日はね皆さん神戸のね観光行かれてるのでとても空いてます。ここもね少し空調効いてるのでねいいですね。ジャグジーもあるんですよね。ジャグジーに入ってねお酒も飲んでる方もおられます。今ビュッフェ会場でもらってきたレモネードを持ってジャグジーに入っています。空調の効いた空間で暖かいジャグジーに浸かっているととても気持ちがいいです。船酔いしたらここで気分転換するのもいいですね。はい、今ね神戸の港を出港するところです。港の方からね太鼓でね送ってくれるみたいです。すごいですね。日本は今までこんな香港とか台湾とかねこういった見送りってなかったんですけどね、さすが日本のおもてなしだと思います。はい、ちょうど今6時なのでそろそろ出港すると思います。和太鼓の演奏は本当にすごかったです。一緒に乗っていた外国人も和太鼓の演奏にとても喜んでいました。現在時刻は7時15分。船は次の目的地静岡県清水港へと向かいます。ちょっとカメラだと見にくいと思いますが、ちょうど画面の奥に大きな橋の2本の柱が見えています。これは本州と淡路島を結ぶ明石海峡大橋になります。橋の長さは3911メートル、中央の柱から柱までの長さが1991メートルと世界最大級の吊り橋だそうです。そして船の後ろには先ほど出港した神戸の綺麗な夜景も見えます。これから外洋に出たらまた波が高くなりそうですが、残り少ないクルーズ旅行楽しんでいきたいと思います。夕食は予約していたレストランでコース料理を2人でいただきました。前菜はローステッドトマトスープ、スモークテッドサーモンのカルパッチョ、シュリンプカクテル、メインは妻はスパゲッティボロネーゼ、僕は柔らかくて美味しいステーキ、デザートにバニラアイスクリームをいただきました。はい、今ちょっとバルコニーに出てます。こちらのバルコニーのね一つ利点がですね、こうしてね洗濯物をね干せるんですね。さっきプール行ってきてプールで着たシャツとかね、あと今日神戸に行ってねちょっと汗かいたシャツとか、時々こうしてインナーとかね洗濯してるんですけども、水着とかね、こちら水着なんですけどね、こうしてねシャワー浴びるついでにね一緒に洗って、そして外のねこうした椅子に引っ掛けとくと、結構水が切れるんですよね。ある程度水が切れたら室内の中の部屋に干して、次の日にはもう乾いてます。はい、かなり乾燥しているのでね。ただびちゃびちゃのままねいきなり部屋に干すことができないので、こうしてね少しバルコニーで水切ってからね、干すっていうこともできます。ある人はねこのバルコニーのねこの上、どうやってやるのか、紐をね、この端からねこちらのね端までね物干し竿のようにね紐をくくりつけてね洗濯物をねマンションのベランダにね干してる人いました。すごいつわものがいますは
はいまあ、そうやってねバルコニーの方はこうして洗濯物をね干すことができますんで、もう本当にハンガーもねふんだんにあるので、こういった方法もねもしよかったら使ってみてください。はい、それでは今日も疲れたのでこれでおやすみなさい。